こんにちは。今日はとても簡単なバッグを作っていきます。ハンドルはこのリングを使って作っていきます。縫い付けるだけなので簡単です。それとこの本体も袋状ではなくて帯状に編んでいって縫うので簡単です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン。色はアイボリー。50g で96メートル。アクリル 100% で使用界隈の目安は 5.8 から 6.2。これを今回2本一緒にして10号で編んでいきます。この糸は2本一緒にした状態で測るとだいたい3ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針、それとこのリング、外径は 12.5。 これを2つ使って編んでいきます。まず本体を作ります。この本体は長さ60センチ、幅は29センチ、段数は19段。この幅を60センチにしたいので、私は鎖を65。サイズを変える場合や違う糸で編む場合も、ここには模様がないので好きな数で大丈夫です。偶数でも奇数でもどんな数でも大丈夫です。私は鎖を65編んでスタートします。まず鎖を編んでいきます。この鎖のこの部分は約9センチ、こっちも同じ9センチで、これを折り曲げてバッグを作ります。私はだいたい60センチで鎖を65で、ここではサンプルとして小さく作っていきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。次は本体のこの狭くなっているところ、この位置にマーカーをつけます。これは長さ9センチ、鎖の数は10個。10個目にマーカーをつけました。こっちも同じ。端から数えて10個目。私はここでは小さく編むので、端から6個目にマーカーをつけました。こっちも端から6個目。まずこの部分を編んでいきます。この1段目はずっと細編み、普通の細編みを1段編んでいきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところ、針から1、2、これが1つ目。次も1つ目の細編みが見にくかったらマーカーをつけておきます。次もこのマーカーをつけた鎖にも
同じように細編み、次も同じ。このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。次は2段目。2段目はここは細編み、ここからは長編み、最後はまた細編み、鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み。普段はこんな風に2本の糸の下に針を入れます。今回はこの2本あるうちの向こう側1本をすくいます。で、細編み。で、見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。次も同じ。2本あるうちの向こう側1本。次もマーカーのところまでこの細編みをします。私は今小さく編んでいるので端から6個目ですが、実際には端から10個目にマーカーをつけています。同じように編んでいます。で、これでマーカーのところ、次は長編み、またこの2本あるうちの向こう側1本、長編み、こういう形の長編みになりました。次も2本あるうちの向こう側1本、次もこのままマーカーをつけた手前まで長編みを続けます。マーカーをつけた手前まで来ました。次は細編み、同じように2本の向こう側1本、次も端にも同じように細編み、向こう側1本、これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目は中長編みをしていきます。端は今と同じ。鎖1つと裏返してさっきと同じ。上から見て2本あるうちの向こう側、マーカーのところまで来ました。途中で何回かこの端の細編みの数を数えていくと間違いにくいと思います。次は中長編み。このまま2本の糸の下、ここでは2本の糸の下、中長編みをします。これは普通の中長編み。次も
2本の糸の下、このままマーカーをつけた手前まで、ここまで中長編みを続けます。マーカーの手前まで来ました。ここは長編みの上、次から細編み、さっきと同じように2本あるうちの向こう側、細編み、次も端の細編み、同じように向こう側1本、次はまたこの長編み、この長編みと中長編みを交互に編んでいきます。端はずっとこの細編み、ここは交互、これを繰り返していきます。鎖1つ、端の細編みに細編み、数を数えてマーカーの上まで来ました。次は長編み、長編みはこの2本の向こう側、長編み、このままマーカーのところまで長編み、ここからは細編み、裏返してここまで編んでいきます。5段目のマーカーのところまで来ました。次は中長編み、中長編みは2本の糸の下、絡めて次も普通の中長編み、これを繰り返してまたマーカーの手前まで細編みで鎖1つで細編み、長編み、長編みの時には2本あるうちの向こう側1本で編んで、中長編みの時は2本の糸の下、これを繰り返して29センチ編んでいきます。最後は長編みにして、その後に細編み1段、この部分まで編んでいきます。長編みの上まで来ました。端は今までと同じ、最後の段ではずっと細編みをしていきます。ただこの細編みも2本あるうちの向こう側1本、ここと同じように編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。この部分が出来上がったら、これを半分に折って脇を縫って袋状にします。マーカーをつけます。これはこれからこのリングを使ってこんな形にします。で、この位置にマーカーをつけます。マーカーをつける位置は端から16センチ、細編みの数は17、表と裏を確認します。こんな感じになっている方が表、こ
こっちは裏を上にします。でマーカーのところから縫っていきます。マーカーのところから縫っていきます。2本の糸の下、糸端を残しておいて、これを結んでおきます。ここで結ぶと糸始末が楽です。でもう一回同じところ、で次から1つずつ、全部2本の糸の下、向こうも同じ。このまましっかりと縫っていきます。端まで縫っていきます。端まで来ました。最後は同じところにもう一度で、あとはほどけないように糸端を隠します。で反対側も同じようにマーカーのところから縫っていきます。この糸端を結んでおきます。しっかりと縫っていきます。このまま端まで縫って糸端を始末して、他にも糸端があったら始末して出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。サイズを測りました。
上から下まで36センチ、横幅29センチ、真ん中は25センチ。使った糸の重さは 150g。糸が 150g で、このリングは 50g でした。最後までご視聴ありがとうございました。